皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。このポッドキャストのコーナーでは、文法はわかるのになぜか日本人の反応が読めない。そんな経験がある方に向けて、ネイティブの頭の中をお届けしていきます。このシリーズでお伝えするのは、日本語ネイティブの中でも特にコミュニケーションが上手な人たちが無意識にやっていることですね。では、今日も早速クイズをしますね。今から言う場面を想像してみてください。あなたは日本語のレッスンに通っています。先生がある表現についてとても丁寧に説明してくれました。レッスンが終わるとき、あなたはこう言いました。先生、今日のレッスン参考になりました。ありがとうございました。すると、先生は少し間を置いて、そうですか、と答えました。なぜ少しだけ空気が変だったんでしょうか？皆さん考えてみてください。そもそも参考になりましたといったこと自体が問題だったんでしょうか？実はそうではないんですよね。日本人同士でも普通に使う表現ですし、失礼な言葉というわけでもないです。じゃあ何が引っかかったんでしょうか？参考にするというのは判断材料の一つとして使うという意味なんですよね。採用するかどうかはまだ決めてない。最終的にどうするかは自分で決める。そんなニュアンスが含まれています。なので、参考になりましたと言われると、自分が教えた内容をなんというか、採点されているように感じてしまう。そういう人もいるんですよね。そんな風に受け取る人もいます。もちろん、おすすめのお店とか旅行プランとか情報とかアイディアっていうのをもらった時っていうのは参考になりますとか参考にしますっていうのは自然な表現なんですよね。でも相手が例えば時間をかけて指導してくれた時とか、あとは経験をもとにその真剣なアドバイスっていうのをしてくれた時にはちょっとね、距離を感じますね。あるいは結構真剣に話したのに受け取り方がちょっと軽いなというふうに感じる人もいますね。では、日本人はそういう時何と言うと思いますか？よく使われるのが勉強になりましたですね。この二つは似ているようで全然違うんですよ。参考になりましたは自分が選ぶ側に立っている言葉なんですよね。勉強になりましたは相手から受け取る側に立っている言葉なんです。どこにね、フォーカスを当てているかというのが違うんですよね。実は私自身も最初から勉強になりましたを使っていたわけじゃないんですよね、これが。日本人同士でめっちゃ参考になった、ありがとうとかって話すことは普通にあるんです。だから、その感覚で、使ってたら、ある時、勉強になりましたねって言われたんです。その時、初めて、使い分けがあるんだなーって気づいたんです。ちょっと恥ずかしい出来事ですけど、そんな経験をしたことがあります。ちなみに、勉強になりましたというフレーズは、友達とか、同い年の同期とか、そのあたりでも使うことができるんですよね。その場合は、ニュアンスが少し変わって、本当に助かったっていう、かなり価値があったという強い感謝として相手にね、伝わることが多いです。逆にね、参考になったよっていうのは、もう少しね、軽くて、情報として役に立ったみたいな、そんな距離感になるので、皆さんが相手にどんな気持ちを伝えたいかで使い分けるといいかなって思いますね。さて、実はこれは参考になりましただけの話ではないんですよ。了解ですと承知いたしましたとか、辞書で見ると言葉の意味は似ていますよね。日本語ネイティブが読んでいるのは単語の意味だけではなくて、その言葉が作る立場とか距離感なんですよね。日本語では感謝と評価は別物として扱われることがありますね。それが今日の参考になりましたと勉強になりましたの
違いでした。さて、ペイトレオンの方ではこの続きをお話ししています。実は勉強になりましたというのを使えば何でも解決するわけではありません。そして参考になりましたをあえて使うことで相手との距離を取るようなそんな効果が生まれることもあります。そんな日本語の奥にある感覚について私なりの考察も含めて話しているので気になる方はぜひペイトレオンの方へ遊びに来てください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。